にちは。今日は、ベーシストの雑談ということで動画をね更新してみようかなと思います。今日はね僕もね YouTube でやってて、よくねなんか質問とかもいただくんですけど、その中で、多田さん、5弦ベースってやっぱやった方がいいんですかっていう、質問だったりとかね、あと、僕は初心者なんですけど、5弦からね始めてもいいんですかねっていうね、質問とかがやっぱねもらうことがあるんで、今日はね僕なりのなんかこう5弦ベースについてのなんかこう動画をね、ちょっと撮ってみようかなと思います。一ね、一人のとあるベーシストの、5弦ベースを、使ってみてのなんかこうね実体験というか、思ってる話、どんな感じですかみたいなね、5弦ベースってどうなんですかみたいなね、そういうのをねちょっと動画にしてみようかなと思うんで、ぜひね、のんびり飲みながら、見てやってください。ちょっと待ってね。乾杯。そうで、僕はあれなんですよ、すごく、オールドスクール人間なんで、4弦ベースをねずっともうやってきた人なんですよね。ベース歴今、15とか16だから23年とか24年ぐらいだと思うんですけど、20年近くはずっと4弦ベースでやってきて、でここ4年なんですよ。ここ 4,5 年で、5弦ベースを使い始めたのは。で、僕の YouTube をね見てくださってる方はわかると思うんですけど、もうすごくね僕の YouTube はもう趣味丸出しのチャンネルなんで、すごく自分のなんかこう好きなことばっかアップしてるんで、ほとんどね4弦ベースでやってると思うんですけど、でも実際ね仕事でもうこの2年ぐらいは、5弦ベースで使うことすごく多くて、必ずほぼ自分の好きなね感じのこう60年代とか70年代の音楽みたいな感じができるような現場だったらもう4弦でねこう行ったりするんですけど、基本的になんかこうポップス系の仕事とかだとやっぱ5弦ベース持って行ってやることが多くて、なんかそういう話みたいなのをなんかこうちょっとやろうかなと思うんですけど、今言ったようになんかこう僕好きな音楽がやっぱり60年代とか70年代のこうなんて言うんだろう、リズム&ブルースみたいな音楽だったりとか、なんかこうソウルミュージックだったり、あとロックですよね。70年代のちょっと、なんかスワンプロックだったりとか、そういうなんかちょっとなんだろうな、やっぱりこうオールドスクールの音楽がすごく好きで、そういう音楽って基本的に5弦ベース別に使わなくてもいいし、原曲もねまだ多分5弦ベースとかもなかったような時代の音楽で、好きなベーシストとかもやっぱりそのねウィリー・ウィークスだったりとかドナルド・ダック・ダンだったりとか、もう4弦ベースで憧れてるプレイヤーってみんな4弦ベースなんですよ。だから僕もずっと5弦ベースって結構世の中流行ってきててもいいやと思ってて、使わなくてもいいや、もう弦も1本増えるし大変やなと思ったし、やっぱ4弦のそのスタイルがすごく好きで、フェンダースタイルというか、ベースイコールフェンダーベースみたいなね感じの、のでずっと僕やってきたんで、5弦ベースって本当にこの 4,5 年ぐらいまで手に取ってなかったんですけど、なんかね一つねきっかけとしてはやっぱり漠然とねちょっとあったんですよ。やっぱり仕事やるんだったら5弦ベース持ってた方がいいのかなとか、なんかこう世の中でやっぱ求められてるのってやっぱ5弦ベース5弦のアクティブベースなのかなとか思ったりとかすごくしてて、でなんかちょっと片隅にそういうのはあったんですけど、いいやと思ってやってたんですけど、多分ね 6,7 年ぐらい前にとあるね曲がね出たんですよ。でそれをね車の中で聴いてて、これベースめちゃくちゃかっこいいなと思ったんですけど、それがねこの曲です。アップタウンファンクっていうそのブルーノ・マーズ、がね歌ってた曲なんですけど、あれをね車で聴いた時にかっこいいこの低音って思って、これってもう完全に5弦の音なんですよね。5弦の D のを絡めたリフで、これ4弦のその音域でやるとっていう風に
なっちゃって、なんかこう、まあ、気合い入れて弾けばいい、その予言でいいと思うんですけど、あとオクターバーとか使ったりとかね。まあ、そうすると、まあ別に気にしない人はそれでオラってやった方がかっこいいと思うんですけど、僕的には、やっぱりこれ、で弾きたいなと思って、あ、やっぱ5弦っているんかなとかって思い始めたのが、その、アップタウンファンクの頃で、まあこれちなみにね、今ね、4弦ベースと5弦ベースの何が違うんですかっていう、ね、もしベースやってない方だったりとか、マジの初心者の方が見てたら、のためにちょっと軽く説明するんですけど、4弦ベースっていうのは、この音、この E の音が一番下の音で、この E、A、D、G っていう風になるんですけど、5弦ベースになるとね、その1本下にね、この B の音が入るんですよ。この音が5弦目の音で、例えば、こういうのがあったら、こんなまあこんなね低いとこ使わないんですけど、低すぎだろうみたいな。まあ言ったらこう、が、っていう風に音域がね、拡大できるっていうのが5弦ベースなんですけど、まあ言ってしまえばやっぱ弦が1本増えるんで、すごくね、いろんなことが変わるんですよ。そのベーシストの、なんて言うんだろう。ね、視野じゃないけど、見えてる世界が全然変わってきて、1個下に増えるんで、その辺でね、結構大変な、やっぱ予言から持ち帰るときにすごく苦労して、僕もようやく慣れてきたぐらいなレベルなんですけど、っていうのがまあ5弦ベースで、で、何の話だっけあ、そうで、ブルーノ・マーズ、まあ、アップタウンファンクが出てきて、やっぱ語源もやるべきかなみたいな感じにだんだんこうなってきて、で、初めになんかこう、まあ僕語源ベースで3本今まで持ったんですけどね、なんていうやつだったかな、すごく安いやつをまず買って、で、それでこう、ちょっとそういうね、マイケル・ジャクソンの曲とか弾いたりとか練習してたんですよ。で、コルトってやつ。なんか5万ぐらいでコルトっていうね、やつの5弦ベースを買って、ちょっとね、そういうマイケル・ジャクソンの曲とか、ブルーノ・マーズのなんかこう、ローデーが出てくるような曲とか練習してて、ただね、なんか実際なんかやっぱ必要ないなと思って、家でやるけど、実際なんかやっぱり僕がやってる、その周りで関わらせてもらってる音楽って、別に語源ないなとかって思って、思ってたんですよ。で、やっぱり、上手いやつっていっぱいいるし、ね、バリバリ5弦ベース、6弦ベース、バリバリ上手いやつっていっぱいいるし、やっぱ俺はね、4弦ベースで、やっぱオールドスクールな、こう、そういうスタイルを追求したい、てか、もうやっぱ追求しようと思って、やっぱ一時期弾かなかったんですよ、5弦ベース。やっぱ買ったけど。で、なんかこう、で、まあそういう風にね、やっぱ予言の方が俺は向いてるなと思ってやってて、で、とある時に、僕の先輩の、ベーシストの先輩のハピネスと徳永さんね、って方がいる、まあ僕の YouTube にもね、一度、ゲストで出てくださって、僕はすごく仲いい、すごく尊敬してる先輩なんですけど、ハピネスさんに、まあ多分それね4年前ぐらいだと思うんですけど、一回ね相談したことがあって、やっぱハピネスさん俺、なんかもう予言を極める方向でいきますみたいな。もう予言でオールドスクールでもうそっちに振り切ったベーシストとしてやって行こうかなと思ってるんですよねって言った時に、いや、それね、もったいないよって言われたんですよ。特にそれもったいないっつって、絶対語源やってても、そういうね、ルーツはね、絶対見えるし、そういうなんかこう、ね、ダックダウンとかジェマーソンとかね、すごく好きでやってる。ね、そういうのって語源弾いても何のベース弾いても絶対ルーツ出てくるし、なんかせっかくのね、なんかこうチャンスっていうか、自分をね、広げるチャンスはね、捨てない方がいいっつって。仕事的には、なんかやっぱり語源を求められる現場ってすごくあるし、そういう仕事をね、まあ、自ら捨てることになるっていうふうに、ね、言われて、やっぱそうなのかと思って。で、あと一人ね、大神田さんっていうね、もうボスがいるんですけども、ベーシスト界のボスがいるんですけど、大神田さんにも、例えば、ヘフナーのバイオリンベースですごい才能を発揮する可能性もあるし、フレットレスですごい才能を発揮する可能性がある君にはっていうか全ベーシストにはね。まあ、そういうのがあるから、
あんまりこの凝り固まらずに可能性は捨てない方がいい。いろんな可能性があるからそれは絶対捨てない方がいいっていうのをね一回言われたことがあって、なんかその辺がねリンクしてね、じゃあやっぱりちょっともうちょっとやってみるかみたいな感じで。で、4年前ぐらいに、ちょうど僕がね、ツイッターで、ちょっと新年決意表明のツイートがこういう感じのやつがやってるんですけど、やろうっつって、予言も語源もウッドもみたいな感じでね、ウッドベースちょっと最近全然サボってやってないんですけど、語源もやろうって4年前ぐらいのツイートで決意して、で、まあ、やっぱ結構練習、すごいね、やっぱ大変なんですよ。なんかね、やっぱり間違えるんですよね。本当ね、こんなんね、言うとあれですけど、例えば E フラット弾くつもりが B フラット弾いてたりとかやっぱあるんですよ。ですごく、そういうね間違いもあるし、なんかやっぱりこう解放できない部分があって、4弦ベースの E バーンバーンっていうのはやっぱ開放感あるからね、ドーンっていう。ただこう5弦でこう E 弾いてもなんかこう詰まってて開放感があんまないな思ってたんですよ。そうでもやっぱりなんか世の中のかっこいい曲でなんかこうマイケル・ジャクソンの曲だったりとか、あと一つあれですね、ダフトパンクですね。ネイザー・イーストが、すごくかっこいい語源の使い方してて、ダフトパンクのアルバム、これね語源ベースに興味ない方一回ぜひ聴いてみてほしいんですけど、ダフトパンクのアルバムは聴くと語源欲しくなるんですよ。これはかっこいいなと思って。でそういうのでね、奮い立たせながら結構練習してて、でようやくねこの2年ぐらいでやっぱりなんかこうすごく使うようになってきたんですよね。関わらせてもらうアーティストで、この曲は語源のこの下行きたくなるなとか、もともともらうデモがもうちょっとねしんべで打ち込んだようなデモで、もう容赦なくロー D が出てきたりとか、ロー C シャープが出てきたりとかしてて、これはじゃあ語源でいこうみたいなねとか、この感じの曲はちょっとなんかこう語源のフィーリング取り入れてやろうみたいなのが増えてきて、でようやくすごくもうほぼ今では仕事では語源を使うことがかなり多くて、であと一つね、ハピネスさんから、そのさっき言ったハピネスの中のね、可能性捨てるなって言ってくれた先輩から今年の2月にすごく大きな仕事の虎の現場をね話をいただいて、幕張メッセで2日間、ハピネスさんの虎でねベース弾いたんですけども、その現場が見事にもう語源がないと対応できないような現場で、語源がないと対応できない現場っていうのはどういうのかというと、もう原曲がほとんどシンベなんですよね。でベースラインがシンベで、そのリフとかももうほぼこうみたいな、もういきなりイントロからローディーが出てくるとか、そういう曲が多くて、もう容赦ないんですよシンベの曲って。ね、もう打ち込むから弾いたりね手弾きとかしてやるから、もう C シャープとか B まで弾くことはあんまりないんですけど、C とか C シャープ D あたりは E フラットあたりはすごく多くて、良かったなと思って語源をやってて、もうその現場はもうほんと語源一本でやった方がいいなぐらいの現場ですごく僕も楽しかったんですよね。やっぱりオールドスクールな音楽が好きなんですけど、やっぱりなんかこういろいろそういう音楽ってやっぱりやりたいし、チャレンジしたいし、やっててすごく楽しかったし、ですごく感謝してるんですよね。そういう意味で、これは多分俺がその時にやっぱりやらないって言ってたら多分この話もなかったと思うし、そういう意味ですごく感謝してるんですけど、で実際この2年、語源ベースを使ってみて、なんかこう何が違うかとかね、どう予言と違うかとか、いろいろ僕は気づいたことがあって、その辺をね、そのメリットとかデメリットとかそういう話じゃなくて、予言のいいとこと語源のいいところ、結構こういう風になところがあるっていうのをね、実体験をもとにちょっとね話したいと思うんですけど、まず1個はこれはもう普通に誰でも言うんですけど、なんかこう音域の拡大はあるんですよ。やっぱこうっていう、なんかこうで弾く下に行った時の勇ましい感じとかすごく気持ちいいし、あとやっぱり個人的にはなんかその音楽ってメロディーね、いわゆる旋律がやっぱり感動するね要素だったりとかするんですけど、やっぱ僕は低音もすごく感動させる、なんか人の心を動かす要因の一つだなとは思ってて、ベースの力ってすごいあるなと思うんですけど、やっぱりね下の
でとかって白玉とか弾くとアンサンブルでね、なんかねすごく感動する低音なんですよね。なんだろう、別に予言ベースの音域でももちろん感動するんですけど、その下のなんかちょっとあんまりもう耳では聞こえないような、なんかこう体で感じるようなその下の音がバーンってこう来るとすごく僕は感動するんですけど、なんかそういう感動だから自分も弾いててもバラードとかで弾いててちょっとこう手でボーンってもうずっと下の方を弾くと気持ち悪いんですけど、バーって弾いててドーンっていざっていうところでね白玉でボーンって弾いたりとかすると、ああ気持ちいいな、なんかこう揺れてるなっていう感じがある。そういう意味ではまあその音域の拡大ってやっぱ結構いいこともあるんだなっていうね。まあ十分なんですよね。実際音楽やる上であまり下の方って聞こえないし気持ち悪いし、予言ベースの音域で十分なんですよ。音楽ってもうそれで名曲っていっぱいあるし、まあ、ただ実際初めて予言大好きだった僕がオールドスクール人間の僕が初めて見て、いざこうライブでねでとか弾いた時にはあ、なんか気持ちいいわってなったりとかしたんで、まあ、そういうのは、ありますね。でこれはね普通にまあ誰でも言ってる、ことだと思うんですけど、このね次の、ね、語源を実際弾いてみて思ったことがすごく僕の中では発見があって、でそれは語源ベースってなんかねすごくね詰まってんですよね音が。予言ベースと同じ音弾いてもすごくねキュッとしてるというか、例えばなんかこうプレベ、まあこれはねメリットでもデメリットでもあるんですけど、プレベでね一弦弾いた時ってやっぱベースの音がするんですけど、しっかりベースの音なんですよ一弦でも。5弦ベースのね一弦弾いた時ってなんかこうベースというかちょっとなんだろうな、ちょっとまた別のなんかこう詰まり感があって、ちょっとどっちかというとなんかメロディー弾きたくなるというか、でなんかねそういう意味で5弦ベースの音ってすごくなんかこうタイトだなって思ってて、音の音像がねなんか4弦ベースとねちょっと違う。それはねなんでそうなってるのかわかんないんですけど、まあおそらくそのやっぱロー B の低音をちゃんと音程あるように鳴らさないといけないから、なんか作り的にそれの影響が他のE の音とか A の音とかも全部その影響してるみたいなのがあると思うんですけど、すごく音がタイトで僕まあ都内のライブハウスでも何個かすっごい自分の中でやりにくいライブハウスがあって、すごくお世話になってるからあれなんですけど、例えば吉祥寺のっていうライブハウスだったりとかよくね出させてもらってるんですけど、すごいやりにくいんですよ。それね結構他のベーシストも言ってて、ローがねなんかスープ状になるというか、それはねもうアンプが悪いわけでもないし PA さんが悪いわけでもないんですよね。その音響が悪いわけでもなくて、でもなんか音がスープ状になるんですよ。もうPA で音ねオンにしてこう外音出したらもう回り込みがすごくて、もうなんかこう大丈夫かなベースみたいな、もうそれはもう自分の勘と PA さんを信じてやるしかないみたいなね、部分があるんですけど、そこにねある日一回語源を持っていったことがあって、そうすると音が一音一音めちゃくちゃはっきり聞こえたんですよね。普段スープ状になってるのに。だからそのさっき言ったようにベースがこう結構一個一個の音がねなんかすごくボワーンっていうよりはなんかギュッという風に出てくるんで、それはねこの BB だからとかじゃなくても、この前以前使ってたフェンダーもそうだったし、そのさっき言ったコルトの語源もそうだったんですよ。やっぱ語源ベースは語源ベースのなんか不思議なこう音像があるというかで、それを持っていったらお今日ベースの音めちゃくちゃはっきり聞こえるって思ったし、なんかお客さんからもベースめちゃくちゃいい音でしたとか言われて、やっぱり自分がそのステージで体感でね気持ちいいとやっぱ客席もそうなんだなと思って、でも普段あんななんかこうスープ状になるのに語源持っていったらすごいキュッてなったっていう風な体験があって、でそれおそらくそのさっき言ったようにアンプが悪いわけでも PA さんが悪いわけでもなくて、なんか箱のもう作りがなんかこうそういう風に低音が鳴りまくるような作り、僕の経験上ステージがね高くなってて下が空洞になってるような箱とかホールってすごいなんか低音がこうやっぱ扱いが難しいというか、そういうのがあるんですよ。ただそういうところに語源を持っていったらめちゃくちゃやりやすいっていう風になった発見があって、これはあんまり
言われてないことなんじゃないですかね、このインターネットとかで。でも実体験僕ほんとそうなんで、本当に例えば予言ベースと5弦ベース持ち帰った時とかに、予言でちょっと音が広がりすぎてんなっていう時に、やっぱ5弦使うとすごくタイトにキュッと音が出るんで、そういう意味では面白いんですよね、5弦の鳴りっていうのは。それはプラスでもあるし、でもやっぱりマイナスでもあるんですよね。やっぱりこうバーンダーンブワーンとこうなんか広がらしたい開放的な音像をイメージして弾くんだったら、やっぱりそれは予言の方が絶対いいと思うし、すごくタイトになるんで、まあベースによっても音作りによっても変わると思うんですけど、でもそういう傾向があるのかなと思いました。まあその辺かな、なんか。はい。まあなんかこう、例えばね、今の若いベーシストとかってもう憧れてるベーシストがやっぱ5弦ベースの人で、もう一発目から5弦買って、僕は5弦しか持ったことないんですよねっていうね、やつとかも僕は合うし、予言はなんか弾けないんですよ、弾きづらいんですよっていう人もやっぱいるし、いろいろね意見があると思うんですけど、僕がね今日ねすごくね言いたいのは、まあ例えばね、好きなその5弦4弦関係なく、なんか好きな音楽だけをこう追求して、まあ、自分のバンドとかでね好きな音楽をやってるね人は、本当になんかこうそれに合ったベースをチョイスすればいいと思うんですよね、自分のイメージするスタイルとか。まあそういう人は本当にそれでも全然事足りると思うし、ただなんかこうねプロ目指しててとか、あとやっぱりベース始めてやっぱ4弦ベースすごく好きでやってるんですけど、なんか5弦もねやっぱ興味あるんですけど、やった方がいいんですかね、どうなんですかね、やろうかなどうしようかなってなんか迷ってる方がいたら、僕はね迷ってるんだったら絶対やった方がいいっていうふうにね今日はね言い切りたいと思います。迷ってるんだったらやった方がいい。もしね、もう俺は絶対4弦ベースの方がいい、5弦とかもういらん、俺は迷いなく4弦ベースでかっこいい音出すって人は絶対4弦極めた方がいいと思うんですよ。そっちの方が絶対かっこいいと思うし、中にはね過去にベースの弦は2本しかいらねえっていうねかっこいいベーシストにあったりもしたんで、もう上2ついらんっつってね、E 弦と A 弦だけあれば俺はいけるみたいなね、それもそれでかっこいいじゃないですか、すごいそっちを突き詰めれば。そうだからそういうなんかこう僕は後押ししたくて、もしなんか迷っててちょっとやっぱ5弦もやってみたいな、やった方がいいのかな、5弦の曲でこれ5弦ベースで弾いてみたいな、でもやっぱり4弦でいいかなっていう感じの風にちょっと迷いがある人は一回ねやってみたらなんか新しい世界が見えるかもしれないんでっていう風にね言いたいです。でやっぱ合わんかったわって言ったらもう売ればいいんで売れるんでベースは。そんな感じですかね今日は。これは僕の一、実体験というか、本当にこのね4年ぐらいね実際に始めて、この2年ぐらいはもうすごく5弦ベースの重宝してて、今思うことみたいなのをね今日はちょっとね動画にしてみました。そんな感じです。何かねお役に立てたらいいかなと思います。後押しできたり、やっぱ俺は4弦でいいやっていうね、人も全然いいと思うし、まあ俺ももしかしたらね10年後やっぱ5弦ベースいらんわっつって4弦ベースだけでいい、もうフェンダーのオールドでもうフラットノード貼ってもうそれ1本他のベースは全部売るみたいなね、そういうスタイルになってるかもしれんし、もしかしたら6弦ベースね俺弾いてるかもしれないんで、何があるかわからないんで、まあ、そのね可能性は、常になんかこう迷ってるんだったらやってみようかなっていう風にね、後押しできたら今日の動画は撮ってよかったかなと思います。はい、長々とね最後までありがとうございました。そんな感じでまたね何か面白いことがあったら、動画にしようかなと思うんでね、ぜひ、楽しみに待っといてください。じゃあ、ね夏バテしないように、またね。